ああ、今の主席殿の御曹司、朝倉直也だったのか。亡き母親母、新庄天皇ウーの妹だったんだ。そりゃ三条御曹司に堂々と望めるわけだ。でも、なんで今日になって視圧育に興味を示してるんだろう。前から噂になってるよ。勉強できないって有名だよ。学館では、メテるかサボってるか、先生でモテに追えないらしいよ。まさか彼だったとは。前世で京城をかき乱した最後は、一生幽閉された朝倉直也。白川さん、よく聞いててね。掟立ち小便する。夜でも泥を気にせず歩く。よっては中毛に寝転びつきが沈み風が帽子を飛ばしても気にしない。言い返したね。白川さんの方が一枚上手だ。俺の負けだよ。直哉圭、そんなの簡単すぎるよ。それは認めない。ゆうまけ。俺の追加ハゲ品すぎると、君の視界には合わないってことか。違う。俺が、そんなこと思ってないよ。それでいいんだ。白川初音。君はもう自由だ。君はもう自由だよ。白川初音、本当にそれでいいのか。三条邸を出たら戻りたいと思っても、俺に土下座して頼まない限りな。心配しなくていい。絶対にそんなことはしないから。女のくせに、しかも婚約まで破棄されて、誰が相手にするんだよ。いるよ。雲川学館がある。朝廷の管理が半分も教師してる雲川な区間だぞ。まさか女官にでもなる気か。違う。私が目指すのは高級の女官じゃなくて、堂々と朝廷に立って、長官として活躍することよ。村上、すぐ調べてくれ。白川は初音のことを。御曹司、追句を一つ返しただけで、すっかり夢中になっちゃったの？彼女こそ私が探していた人だ。必ず彼女を雲川学館に入学させる。雲川学館？頭どうかしてるんじゃないの？三条家みたいな立派な家に嫁げるのになんで断るの？勉強しに行くなんて信じられないよ。ご心配なく、今すぐ連れて行きます。三条邸に謝りに行きます。ついてきなさい。私は行かない。婚約書ならもう破ったよ。ふざけるな。嫁ぐ気がないなら、もともと三条邸が家の借金50両を今すぐ返してもらうぞ。でないと、そやを借金の型にするぞ。はあ、50両なんて私が何も食べずに生きていっても一生かかっても返せないよ。白川一族はずっとしていいのか。今日支援してきた二房の弟の家なんて。食べるものにも困るほど貧しいのに、彼の家のために30両の借金も肩代わりして、毎年学費まで援助している。私塾にも通わせている。初音、もうやめて。言ってみろ。本当に雲川学館に行くつもりなのか。科挙まで狙うつもりか。もちろん、雲川が区間に行く科挙を設ける上元になる。それなら、三条家に逆らうなんて白川かも。あんたみたいな厄介者は許さない。今日から、母娘に任は、白川家の一員じゃない、家計から追放する。いえ、長老様、どうかご慈悲を。私たちは葉娘、頼る人もいません。どうか私たちの生きる道を奪わないでください。母さん、どうぞ立って。みんなの助けがなくても、私がちゃんと働いて、借金も返せる、勉強も続けられるから。科挙にどれだけ金がかかるか、分かってるのか。学館の入学金から、とまで行って試験を受ける費用まで最低でも、100両はかかるんだぞ。あんたたちは葉娘は、家を売っても地を売っても、100両なんて絶対無理だよ。誰が彼女に100両ないなんて言った？朝倉直也？なんで来たんだろう。白川城、今日三条邸で君に会って、すぐに学問に向いている人だと感じたよ。この500両は、学館の入学金に当てて、とりあえずキューバをしのいでくれ。おや？これは、朝倉御曹司にお越しいただけるとは。
御曹司にご支援いただけるなんて、白川家のして伊賀学問できるとは、本当にありがたいことです。白川明人は今年軍師を受けるんですよ。将来が楽しみな人材です。全くその通りだ。男が学問するのが正しい道だ。家を継いで子孫を残せるし、家の名を高めることもできるからな。朝倉御曹司、もしよろしければ、この銀子を白川明人に使うのはいかがでしょうか。最初から最後まで、この500両は白川は常にだけ渡すんだ。今ここではっきり言っておく。この銀子に手を出した奴は、俺、朝倉が容赦なく手を切り落とすぞ。朝倉、御曹司。なんで私を助けるの？白川城、頭いいね。この500両がタダでもらえるものじゃないって分かってる。何をするつもりなの？欲しいのは、君だよ。身売り契約。身売り契約？朝倉御曹司、お金が本当に必要なんです。でも、身を売るつもりはありません。僕が欲しいのは、君の体じゃないよ。欲しいのは、君の頭脳さ。そんなにビビって、俺が君を食べるとでも思った？今日三条下で、君学も川学館に行くって聞いて、ふと、あることを思いついたんだ。朝倉家の子供は、みんな勉強ができるんだ。俺はそうじゃなくても、家の名を汚すわけにはいかないからな。だから、誰かに、ちょっと助けてもらって、課題もやってもらうんだ。これは、学業を手伝ってもらう契約だよ。ずっと手伝ってもらうために、ちゃんと地方試験を合格して、その後、帝都学館に進んでもらうんだ。そうすれば、学館の学費は全部俺が出す。聞いたところによると、彼は朝倉一族で N 一番どうしようもないって、父親は朝倉主席で N 権力を握ってるのに、彼だけは本当に一番簡単な地方試験ですら3回受けて全部ダメだったんだって。私にとって地方試験なんて難しくないよ。朝倉御曹司、本当に帝都学館まで行けるんですか？俺が行けないなんて誰が言った？俺、直哉が楽勝で合格してみせる。どんなにダメでも、私がついでば、地方試験は簡単だよ。だって、前世の三条優馬だって上元になったし。雲川で会おう。うん。旦那様、なぜ白川城に彼女を今回の城を元にしたいって N 直接伝えないんですか？このことは絶対に誰にも言うな。京城にはいろんな勢力がいて、城元の座を狙ってる奴らが多いんだ。でも、それなら、普通はちゃんとした家の男を選ぶもんじゃないですか。女の人にはすごく難しいですよ。みんな女が城元になるなんてありえないと思ってるから。だから、最初は誰もかの城を疑わない。誰も彼女に気づかないんだ。それにしても、俺も彼女がどれだけやれるのか見てみたいんだ。ここで止まってください。雲川学館は学問の聖地です。無関係の方は入れません。先輩、ご挨拶します。白川初音です。大鳥大軍の出身です。18歳です。雲川学館の入試を受けに来ました。おお、鳥大軍の白川初音ってやつか。あれ、三条停止会で朝倉直哉がみんなの前でかばった女じゃない？あの子のみすぼらしい格好を見てみなよ。どうせ雲川学館にはお金持ちの子ばっかりって噂を聞いて、偉い人に取り入ろうと来たんでしょ？玉の腰でも狙ってるんじゃない？言っとくけど、さっさとか得った方がいいよ。雲川学館はどこの誰かもわからない。まともな服も着てないような人は入れてもらえないよ。その言葉どういう意味？学館にはいるのって家柄や服装だけで決めるの？学識や実力は関係ないの？学問？君が？もしかして、初歩の戦時文すら最後まで読んでないんじゃない？それで学問を語るつもり？家は裕福じゃないし、学問を恥じるのも遅かったけど、語源賞や雅言集はちゃんと読んでる。無学なわけじゃないよ。語源賞や雅伝集？
それって先生が私たち上級生を試すための難しい本なのよ。田舎育ちの子が読んだなんて、言うなんて、信じられないよね。ほんとだよ。マジでウケるわ。そんなに自信あるなら、じゃあ、一つ問題を出すよ。と見たがう、出まくりしてくる間から降りた。答えられる？これ上野楽器の、ソンタ先生の締めの問題よ。先輩たちですら答えきれなかった人が多いのに、彼女みたいなよそ者が答えられるはずないよね。この問題なら、もちろん答えられるよ。この問い、もちろん答えられるよ。白川初音。私たちは今日用もない田舎者じゃないから。適当にごまかされるなんてありえない。この問題で使われていると見たわ。元々の転校の意味じゃなくて、もう詩集のひとしの基金から引用されたものなんです。彼女の言うこと間違ってないよ。ひとしの基金にもちゃんと書いてあるよ。孟子は分かっていた。ひとしおに災害の時に助けを進めれば N 非難されるって。それでも、また富田のようにこうどうしたいと思った。結局、大事なのは道義を優先すること。非難なんて気にしない。だから、この問題は簡単。状況を見てやるべきことを笑われても迷わず進むだけ。でたらめ言わないで。先生はそもそもそんなこと言ってないよ。全部あんたの作り話でしょ。その通りだ。駒田先生がこの問題を出したのは、生徒たちに道義を優先し、細かいことは気にしないってことを N を教えるためだ。前に、もう詩集を読んだ時、ちょうどこの部分が印象に残ってて。身分も低い中娘ですら、もう詩集をしっかり読みこなしているのに、お前たちもさっさと戻って復習しなさい。君の身分では学官にはふさわしくない。どれだけ答えが素晴らしくても、お帰りください。誰でも学べるはずなのに、学問より身分を重視する学官なんて、そんなところ、行く必要ないわ。この八文字を送るよ。雲川方種、学官に学ばず。今日用がないのはあんたの方だ。雲川に入れないくせに、雲川を貶めようとしてるんだろう。白川厚音。自分から目立とうとして、ちょうど直哉先輩に見せてやるつもりで。騒ぐことしかできない、礼儀も知らないそやな人間なんだから。誰が彼女が雲川に入れないなんて言った？彼女は気球館の新しい先生だ。気球館だ。彼女、気球館の新入生、なんだよ。気球館って？あれは雲川で一番すごい学館なんだ。コンタ先生が生徒を選ぶのは家柄なんて関係なく、直にいるかどうかだけ。多くの名家の指定が必死に頑張っても N 入れないんだ。道理で、自科学には向かうなんて。ありえない。気球館の名簿に彼女の名前なんて載ってない。たとえ気球館でも、どれだけ個性的でも、学院の規則を破って勝手に生徒を入れるなんて。規則か。これは、香川先生が自分で書いた推薦状だ。これも規則ってことでいいよね。香川先生とは、前世三条遊馬が課長に受かった後、彼を訪ねたことがあるけど、門前払いされたんだ。朝倉直也とか川先生。どんな関係なの推薦状までもらえるなんて。香川先生だよ。昔、天皇陛下に教えた方で、今は隠居されてるんだ。聞いたんだけど、天皇陛下以外にも最後の弟子を一人取ったらしい。名前は久我川硯って言うんだ。この久我川硯はさらにすごいんだって。彼の書く文章は天下で一番らしいよ。文章だけは有名だけど、本人を見た人はいないんだ。じゃあ、あなたに任せます。彼女を気球館まで連れて行ってください。あとは他先生にお任せします。自科学心配しないで、俺が初音後輩をちゃんと面倒見るから。直也さん、そこまでしなくてもいいのに、雲川が区間にはいらなくても、宿題はちゃんと手伝えるよ。やっぱり頭がいいな。さすが。俺が目をつけた人だ。前に上元を目指すって言ってたけど、本気なの？どのくらい自信ある？本気だよ。自信は十分ある。少なくとも8割はある。それで決まりだ。俺が君を一番にしてやる。雲川学館で最高の先生が君を教えてくれるよ。でも、世の中の学者ってみんな自分が一番になりたいものだし、普通は他人を手助けするなんてしないよね。だって、君に勝てば、天下の誰にも勝ったことになるから。君に勝てたら、もう誰にも負けないさ。怖いもの知らずなのに、ヤモリ一匹で怖がるなんて。本当に怖いものないの？
ねえ、待ってよ。俺の名前はねえじゃないぞ。ちゃんと先輩って呼べよ。バカなことを。推薦状の字、全然本物らしくない。外の人なら勝たせるかもな。でもね、この印鑑、結構似てるな。やっぱり偽物だったんだ。先生、絶対これ、白川初音の仕業ですよ。彼女学館の門前の、聖石を汚して、雲が若たし、学館に学ばずって書いたんです。学館の評判を落とすなんて、ひどすぎますよ。この子、なかなか度胸があるな。大家、中継、小慶、ちゃんと読んだのはいくつある？前世はユーバと一緒にばかりいて、難しい本ばかり読んでた。基礎の本はほとんど読んでなかった。弟子は未熟ゆえ、まだ精読したことがございません。じゃあ、どんな本を読んだんだ？語源章と画言集を長年かけてじっくり読み込んできました。精通しているとは言えませんが、多少は心得があります。先生、聞いてくださいよ。白川初音さん、下家の警視すら読んでないのに、なのに、語源章と画言集を読んだって、得意げに言ってるんですよ。よくそんな自信あるね。語源章とか画言集、読んだって自慢してるけど。白川敦音、基礎がしっかりしてないのは事実だよ。公平を保つために、この教室の他の生徒たちと一緒に、午後の春試験に一緒に参加しなさい。残れるかどうかは、成績次第で決める。弟子感謝いたします、先生。私今回の修試験で何が出るのか全然知らない。人に頼るくらいなら自分を信じた方がいい。どうせあいつ、本なんて一度も開いてないでしょ。先輩、すみません。ちょっといいですか？この春試験って何が出るんですか？今回の春試験はね、表記録と服と色録だけだよ。内容も少ないし、ちょっと目を通せば十分だから、全然難しくないよ。教えてくれてありがとう、先輩。みんな、教科書しまって、春試験始めるよ。試験班行って、服と色と表記録じゃなかったの？白川初音、この問題は、この修試験は、どうせ白紙提出して追い出されるだけだよ。出題者、なかなか意地悪だな。普通の生徒なら月明かりが海に映って、まるで鏡みたいだって思うよね。みんな気づいてないけど、この一文は春秋小説が出典だ。残念だけど、私が相手じゃ通用しないよ。前世、三条ユーバと一緒に読んだ、あの雑記や典語が無駄じゃなかったな。司書語教に関しては他の人に果てきはないかも。でも、こういうマニアックな知識なら、私には難しくないよ。真剣な顔になると、意外と可愛いな。あの子がビリだなんて、私、名前載ってる。ビリだ。白川初音、ビリなんて恥ずかしいね。さっさと荷物まとめて消えなよ。朝倉、直哉が下から2番目なんだ。まさか、私の方が点数低いなんて。白紙で提出したくせに、直哉先輩と比べるなんて。私は白紙で出してない。最後の問題はちゃんと答えた。まさか、あの難問を解いたの？ああ、鳥大軍から期待な貨車なんて、難問なんてほどけるはずがないよ。そうだよね。詩の意味ちゃんと解けたと思ったのに、なんでビリなんだろう。なんで言葉が出ない。学館の前で見かけたけど、好き勝手してた時はやれると思ってたけど、散々騒いでたのに、結局は見かけた推しね。前はさ、かっこいいと思ってたのに、実は知識なんて全然ないんだな。あの子勉強しに来たんじゃなくて、顔だけで注目されたいんじゃない？白川初音言っておくけど、さっさと荷物まとめて、とっとと大鳥大軍に帰りな。邪魔だからここにいないで。ここの絵前は、ただ意地悪な人だと思ってたけど、今になって分かった。
性格までひどいんだな。先輩、なんで彼女の味方するの？白紙で提出したのに、まだ強がってるし。言ったでしょ？最後の問題はちゃんと答えたよ。そこまでして、気球眼に残りたいの？恥もが異分もしててるね。ほんとそう。ここで意地悪っても仕方ないよ。ほら見て。孫太先生が家賃の問題のと汎用紙が張り出された。先生ガチだ。これでいいわけ。できる？見せてよ。今回の瞬時見で、締めくくりの問題を最もよく答えたのは、白川初音です。なんであの子なの？気球館へようこそ。ありがとうございます。先生。やっぱり、君ならできると思ってたよ。こんな夜遅くに灯りつけてみんな寝られないじゃん。ほんとだよ！わざと私たちを朝の授業に遅刻させるつもりなんじゃない？私が出ていくよ。あなたなの？こうはよく勉強してるね。動きも素早いじゃん。こんなやちおに何してるの？怪しいことでもしてるの？それこっちが聞きたいよ。ここ、俺の寝室なんだけど、月見て風感じてるだけだし、誰にも迷惑かけてないでしょ。こんな広いに上付きの部屋、全部あなたのものなの？どうだ？羨ましい？試験中に居眠りしてるくせに成績もビリなのに、なんであんたが一人でこんなに上付きの部屋を独り占めできるの？うちは金持ちだからね。ちょっと出過ぎたみたい。もう行くね。ちょっと待ってよ。部屋で少し座っていかない？やっぱり私のこと狙ってたんだ。は？これ以上ふざけたらみんな呼ぶからね。何を考えてるんだ？君は俺の未来の情元なんだから、こんな場所で勉強するわけないだろ。ここの絵、彼女に見つかったら大変。別にあいつらなんか怖がる必要ないだろ。俺たち堂々としてるじゃん。男女に長けているところを彼女に見つかったら、絶対に曽田先生にまではなしが行くよ。見つけしたい。すぐに殴って気絶させて、芝小屋に放り込んで。いいね？私のどこがそんなに気に入らないの？どうしてこんなひどいことまでしてくるの？ほら。あいつらが芝居をしたいなら、こっちも付き合ってやろう。直哉先輩、ここの絵状を見かけませんでしたか？ここの絵はなんでしら、川初音をここに置いていったの？急いでコタ先生を呼んでこなきゃ。先生、見てください。白川初音は恥も知らずに、なんと朝倉先輩と部屋でに人気りで夜を明かしたんです。先生、違います。昨日の夜は。何が違うの？どうせあなたは勉強を口実にして、わざと先輩に色目を使ったんでしょ？先生、こんな家の初さらしみたいな女は、宅館に置いておけません。おや、朝っぱらから、俺の部屋にこんなに人が集まってるなんて、何か用でもあるの？初音？もう来た？頭？まだ痛い？うん。朝倉直也、自分の口ではなしてみなさい。一体どういうことだ？先生、5回ですよ。昨夜、自分の部屋に戻った時、初音後輩が、2羽の小さなテーブルで寝ていたんです。
こんな寒い夜に露も降りてるのに、一人で寒い思いをそのまま放っておくなんてできないでしょ。それで主4人に彼女を部屋まで送り届けて休ませてもらいました。みんなには助け合うことを教えたよ。でも、男女はむやみに接触しないようにとも教えた。君は先輩なんだから、もっと節度を守るべきだ。先生、ご心配なく、僕は誰よりもちゃんと節度を守ってますよ。昨夜は静田先輩の部屋でずっと床に寝てました。床板が硬すぎて腰がもうダメになりそうでした。問題なく卒業して、家に帰ってきちんと報告したいんですよ。そんなタブーを犯すはずがないですよ。むしろ、誰かさんは初音後輩にはちゃんと部屋があるのに、なのに追い出されて外で寝る羽目になったんですよ。あの人の腹の内は、ほんと読めないよね。あ、門風を乱したのは他にいたんだね。物置にここの絵がいるなんて。車だに、ここの絵を連れて、私の書斎に来てください。君の院にはまだ空いている離れがありますよね。白川は常に済ませてもよろしいでしょうか。すぐに人を呼んで掃除させます。これからはここでゆっくり勉強して試験の準備をしてね。何かあったら進むに行ってくれれば大丈夫だから。これ、アキラはじむ先生文集の総時代の印すり本だ。しかも分身英流中の手書きの写本まであるんだ。こんな本、なかなか見られないよ。どうしてここにあるの？これらはですね、全部直屋様の離れから運んできたものです。全部直屋様の蔵書なんですよ。でも、本って読まないんじゃなかった？普段からさ、お金使うのが好きで、レアな本を買って並べてるんだ。そうすると、なんか雰囲気出るでしょ。確かにね。この字、すごく力強いしは浮力があるな。これって10年以上も練習しないと絵の具につかないよね。もし彼が本当に勉強してないなら、どうしてこんなに見事な字を書けるの？もういいや。あんなチャラチャラしたやつが。今度のご限界聞いた？君も呼ばれてるの？もちろん、こういう交流の場は絶対に逃さないよ。しかもさ、聞いたんだけど、優勝したら富多文庫に入れるらしいよ。富田文庫？丸ごと全部鎮本の、あの文庫のこと？そうだよ。しかも、見た分この香川先生にも会えるんだって。なんと彼は金城天皇の師なんだよ。それだけじゃないんだ。もしか川先生に認めてもらえたら、最後の弟子になれたら、そしたら最高だよね。天皇陛下を除けば、香川先生が今まで弟子にしたのは、久我川鈴さんだけなんだ。久我川わすずり？前の人生で三条遊馬の側にいたとき、文章を整理している間に、久我川すずりの文章は全部読んだんだ。もしチャンスがあれば、ぜひ一度お目にかかりたいな。久我川すずりの文章は全部読んでるよ、と三田文庫には言ったら、久我川すずりさんにも会えるのかな。へえ、もう好きな人がいるんだね。そんなことないよ。本当に尊敬してるだけ。久我川すずりは人前に姿を見せないんだ。噂では天皇陛下の側近らしいよ。普段から姿を隠してるし、彼に会うのはそう簡単じゃないよ。会いたいよ。でも簡単には会えないよ。やっぱり、君の推しって久我川すずりなんだ。何？まさか、あなたじゃないでしょ。ねえ、君、ちょっと。城本を育てる人材はもう見つけました。さあ、教えてくれ。君が目をつけたのは誰なんだ？彼女は今はまだ雲川画が区間の学生に過ぎません。ですが、驚くべき才能を秘めています。いずれ彼女が頭角を現せば、その時には陛下もきっとお分かりになるでしょう。
言えんのよ、昔。私がお前に身分を隠させたのは、気が熟した時に、一気に権力を分散させるためだった。お前の父親が、朝廷でも土からを打ち砕くためだった。ああ、でも、この道のりは、苦労をかけたな。もし彼女をここに残したら、おじさんに言いつけるから。おじさんは天皇陛下なんだよ。きっと僕の味方になってくれるんだから。天皇陛下？お前さ、天皇陛下が、まだ10歳にもならない、ガキの言うことを信じると思ってるのか？今は、俺が主席だ。朝廷の権力を握ってる天皇陛下でさえ、俺には頭が上がらないんだよ。昔のことだが、まだ10歳にもなっていなかったのに、私の側近になりたいって言ってたな。まだ半人前の子供なのに、朝廷の駆け引きなんてわかるわけがない。でも、君は本当に、私のために策論を書いて、朝廷の情勢を分析し、いろんな難題を解決してくれた。これも私の務めでございます。父親派トゥーアと結託して科挙で登用された管理のほとんどが彼の門人や旧知だ。朝廷はもう彼の思い通りになりかけてる。私は絶対にあいつの思い通りにはさせません。やれやれ、どこの小娘だ。ここに来てこびるつもりか。道を塞ぐな。中の貴人たちの車列を騒がせるな。出て行け。あら、見てごらん。白川初音じゃん。やだ、本当に。あんた知らないんじゃない？語源あってね、各学館の成績上位10名の優秀な生徒か、名城を持った名家の指定士か、あとはね、名城を持ってる名家の子だけよ。あんたみたいな身分じゃ、名城の端っこにだって触れられないんじゃない？行くわよ。帰ることないだろ。語源会に行くんじゃないの？柳沢御曹司が左手で五言立志を書いたんですって。今年の仕先掛けは彼に間違いないでしょう。左手ね。ただの左利きでしょ。仕先掛けなんて大した価値ないじゃん。すごくうまい。どうやら今年の仕先掛けは間違いなく柳沢御曹司で決まりですね。そんなの大した技じゃないわ。紙と墨を用意して。筆を2本用意して。ここの絵先輩、侮れないね。両手で同時にやるなんて。ここの絵先輩が、こんなすごい技を持ってるなんて。読書脳で前を全部、見せかけの芸に使ってるだけだな。柳沢御曹司の作品はすでに素晴らしかったけど、まさか、ここの絵状がまるで伏竜のような才を見せてくれるとは、皆さんも才子赤人の活躍をしっかりめにしているでしょ？さて、今回の仕先掛けは、ちょっとお待ちください。私にも仕先掛けの座を争う機会をいただけませんか？もちろんです。ダメよ！あの人には、引くもろうにはいる資格なんてないのに。なのに、仕先掛けの座を争うなんてありえないわ。語源会には明確な規則がありますが、こちらの方は皆さんに証明できるものをお持ちですか？ありません。じゃあ、我がこそ教場朝倉家の朝倉な親だ。科学の深さはさておき、父は金城天皇の主席だ。この場にいる皆を集めても、朝倉家の小指一本にも及ばぬだろう。白川初音は俺の顔を証しにしてるんだ。それでも、語源会の主先、崖の資格に劣るとでも。朝倉直也、あの女、あなたに一体どんな色仕掛けをしたの？魔法でもかけたの？何度も何度も彼女の型を持つなんて。ここの絵。君も学び人だろ？どうしてそんな下品な話し方をするんだ？そんなことで仕先掛けの称号が名乗りれるのか？引くもろうの100年の名声も、どうやら今日で台無しになりそうだな。あんた！どれ、見せてもらおう。田舎から来たやぼったい女が、私の特技に勝てるのかどうか。じゃあ、受けて立つわ。何やってるの？こんな大勢の前で、まさか服を脱ぐような真似までして、まともに勝てないからこんな汚い手を使うなんて。
私が何をするか、どうしてわかったの？君のことをわかるのは俺だけだよ。これは一体何をしてるんだ？ありがとう。目隠しして角だけじゃなくて、二つの全く異なる飛砲を使って、一つ8からず良くて深みがある。もう一つは繊細で美しい。どっちも最高だね。なんてことだ。すごすぎる。最高すぎる。どうやってこの今かけるの？信じられない。お見事。本当に見事だ。あの砲、本当にすごいね。どうやったらあんな神業ができるの？宿モローだけじゃなくて、この軍でも、こんな素晴らしい詩を書ける人は、他にいないよ。そうだな。ここの絵城、どうですか？行く。これで今回の司会の仕先掛けは、誰に決まったかは、もう言うまでもないね。白川発明！何をからかってるの？もういいよ。わかってる。私は仕先掛けになったのは、大したことない技で買ったって思ってるんでしょ？そんな小手先の技なんかじゃないよ。何なの？まるで神業だよ。こんな真っ昼間に人前でイチャイチャしてみっともないわよ。読書人らしい振る舞いはないの？どうかした？私が何もなかったのを見て悔しいの？お前、空気読んでさっさと行けよ。ここで調子に乗るなよ。自分が損するだけだ。先輩、私たち子供の頃からずっと知り合いなのに、どうして白川初音だけが簡単に先輩に優しくされるの？私のことを後輩として、ちゃんと気にしてくれてる？余計なことはやめろ。せっかく知り合ったんだから、一番大事なのは俺に恥をかかせるな。行こう。もうすぐ文庫が閉まるよ。白川初音、まだ調子に乗らないで。私がいる限りは、この検事、絶対に通させないから。あと少し時間があればよかったのに。もうちょっと急いでたら、こんなことにはならなかったのに。あのおばあさんを手伝わなかったら、もっと早く着いてたよ。それ君が言ったよね。読書は道理を学ぶためだって。誰かが困っていたら見て見ぬふりをするなんて。それなら読書なんて無駄じゃない？行こう。もう夜が遅くなったね。急いで戻らないとさ、道が見えなくなるよ。寒い月が窓から昔を思い出す。黒髪と共に残りの人生を夢見る。ご限界では黙ってたくせに、今は木の扉に向かって、死なんて口ずさんでるの？まさか、朝倉直也って一体何者なの？遅くに伺いまして、香川先生初音の後輩です。夜分遅くにお邪魔してしまい、ご迷惑をおかけします。ご理解いただければ幸いです。今日はどうして来たの？気が変わったのか？先生、今日は、ひくもろう司会の優勝者、白川初音さんの付き添いで参りました。なるほど。あなたって、どれだけ秘密があるのかな？他人のことは詮索するな。あまり聞かない方がいいよ。どの本を探してる？探してくれる？文章規範、青いカバーのやつで、指一本くらいの厚さ、文の意味が、ちょっとわからないんだ。13番目の棚で下から2段目、右から8冊目、主教房中の隣。それが君の探してる本だよ。
なんでそんなに覚えてるの？もしかして、ここの本全部読んだことあるの？自分なんて大したことないけど、昔は香川先生の最後の弟子だったんだ。この文庫で育ったって言っても言い過ぎじゃないよ。香川先生の最後の弟子って、あなたなの？本当に？みんな知ってるよ。香川先生の最後の弟子は、久我川すずりだけでしょ？もしかして、あなたが久我川すずりってこと？ちょっとふざけただけさ。そんなに信に受けなくていいよ。白川敦音。僕って君の目には、そんなにダメな人なの？最近は外にばかりでかけてばかりだな。この分このことなんてすっかり忘れてるんじゃないか？俺が見張ってなかったら、この貴重な古書はネズミに全部食い尽くされてたぞ。先生、もう少し静かに。彼女に聞かれないように。彼女はまだ僕の身分を知らないから。受けたまわの部分、どうやって繋げれば不自然にならないかな？先生が鋭さを隠せって言うけど、隠したら自分の意見ってどうやって目立たせればいいの？先生、彼女の様子見てみてください。文章の解釈で悩んでるみたいです。ちょっとアドバイスしてあげてください。ここで無駄に時間を過ごさないように。ふん。俺の弟子枠がわすずりだけだ。ラール分かってないのか？クガがわすずり以外には他の奴には教えないんだ。先生。それにお前、いつも偉そうなのに、なんで今浜屋にでないんだ？先生。前の文のイメージを土台にして点呼を使って意味を変えてみる。鋭さを隠して語の文の主張も引き出せる。あなたは誰？通りすがりです。本を読むだけのものです。さっきあなたがつぶやいていたのが文章規範のことだと聞こえました。少しだけわかります。少しだけ知ってるからつい余計なことを言っちゃいました。待って、あなたが久我川すずりさんなんですね。ですよね。富田文庫は外部の表は言えないはずですから。違いますよ。別の人です。久我川先生は有名ですが、僕も名前を聞いたことがあるだけです。ありえない。あなたが察知一体、引用は久我川先生の作論紹介の考え方と全く同じなのよ。やっとお会いできました。前に何度もあなたの辺境作を読み返して、民を大事にするその考え方が本当にすごいと思ってました。褒めすぎですよ。ただの大したことない意見です。全然浅くなんてありません。今後、困ったことがあったら、またと三田文庫に伺ってもいいですか？ちょうど富田文庫にいたら、その時はお話できますよ。これはね、完治不意中を誤って食べたせいだよ。肝臓と脾臓が冷えと熱でバランスを崩して、それではいたり下したりしたんだ。昨夜は気力丸を1粒しか飲んでいません。あと早戸で食べたものだけです。他の人は平気なのに、どうして私だけこんな症状が出るんですか？誰がそれを気力丸だと言ったんだ。君は1粒しか飲まなかったから、まだ良かったんだ。もし2粒飲んでたら、もう命はなかった。もうすぐ軍試験だし、わざわざ山のふもとの薬屋で、みんなのために気力丸を買ってきたよ。さやか、これを次の試験に参加するみんなに配って。ありがとうございます。初ね、こうわい。うまくいくといいね。もしかして、さやかがわざと私を害そうとしたの？薬をすり替えたんじゃない？今日が軍試験の日です。絶対に休むわけにはいきません。吐き気トゲリを止める薬を処方してもらえますか？我慢しますから大丈夫です。完治冬中に効く薬はあるんだけど、大鳥大軍盾にはいらないんだ。その薬の材料の一つが北の山の上にしかちょっとしか生えてないんだよ。私から言わせてもらうけど、ゆっくり休んだ方がいいよ。来年また受ければいいんじゃないかな。直哉さん、どうして来たの？横になって、君のために薬を持ってきたよ。俺は、
君が一歩ずつ合格していく姿を見たいんだ。もし君に何かあったら、俺の夢も叶えられなくなるから。この薬、直哉さんは自分で取ってきてくれたの？今頃白川初音はきっと大鳥大軍についてるわ。ね。どこで上元になる夢を見てるでしょうね。彼女が食べるのを待って、私が用意した気力丸を食べたら、まだ上元になれると思ってる？孤独な幽霊になるがいい。解毒薬を出せ。今すぐよこせ。直江さん、何してるの？ここは女子寮だ。すぐ出て行って。解毒薬なんて持ってないよ。これが最後だ。さもないと、初音の代わりに幽霊になってもらうぞ。解毒薬はスズメなる山にある。道もすごく大変だし、ここからスズメなる山まで100キロ以上はある。到底間に合わないよ。御曹司様さん、道は本当に危険です。しかも夜道です。行かないでください。俺が行かなきゃ、初音は試験に間に合わないんだ。あの人を育てればいいじゃないですか。彼女のためにそこまで無理しないでください。いや、俺の上元は初音しかいない。御曹司様。僕の努力が無駄になっちゃうよ。だから、早く薬を飲んでよ。地方試験の問題は簡単だったけど、私の状態が良くなかったし、実力を発揮できなかった。君はもう問題と答えを僕にはなしてくれたよね。それなのに、僕の判断信じてないの？俺が君は主席だって言ったら、絶対に主席だよ。たとえ調子が悪かったとしても、君の実力は他の誰よりも上だ。葉山に行った。うちの学館で一番頭がいいに任だよ。軍学館でもいつもいい勝負らしいし、どっちが勝つかわからないな。誰にかけたらいいんだろう。今回は本当に迷うな。これにかける、気球館の白川初音で。おい、そこのお嬢ちゃん、俺をバカにしてるのか？俺が普段どれだけ稼いでるか、どれだけ大変か分かってんのか？ほら、行け、自分で勝手にやってろ。10両、俺は初音にかける。試験で2人、ちょっと変になったんじゃない？来た掲示板を貼る人が来たぞ。なんで？絶対何かある。あら、うちの方を持つ。剣あん首になったら200両の銀票がもらえるのよ。これで私たち親子はこの先ずっと食べていけるわ。売らない理由なんてないでしょ？私は田舎で一人でずっとあなたを育ててきたのに、私にはこの銀票をもらう権利もないの？何度も言ったでしょ？科挙受けるんだ。絶対に受かる。自分が私の母親だって分かってる？私の気持ちなんてずっと無視してきたよね。そのお金、返して！受かるなんて。今の王朝になってから、女が科挙のトップになったことなんて一度もないのよ。自分がどれだけのものか、よく考えなさいよ。運が良かったじゃない。剣あん首になれたし、今売らなきゃ。福ダメで落ちてから売ることになるの？いいよ。返さないなら、役所に行って訴えるから。ちょっと、あんた！ここに書いているものは誰か？氷守様、私は斎藤香を訴えます。白川秀子も私の答案を売った科挙の不正です。罪は非常に重いです。どうかご明察をお願いします。私の潔白をお認めください。大人、私は優秀でした。この群衆でした。この軍師的の試験用紙は毎日欠かさず勉強して努力を重ねて手に入れたものです。でも、白川初音、田舎の娘が頭おかしくなって軍師席になろうなんて夢みたいなこと言ってるね。白川初音、この軍試験の答案、本当にあなたが書いたのか？ちゃんと覚えているか？2日目の内容を僕吉大はどう答えた？覚えています。僕吉大は章をまたいで淡々と答えました。それぞれ出典があります。もう使途中用です。私の答えは、斉藤明乃、覚えているか？どう答えたか？ザグム、しっかり覚えています。斉藤明乃がこんなに流暢に言えるなんて、人知然に私の答えを見て何度も覚えてたんだ。
白川初音が副将した内容には、いくつか漏れが見られ、元の答案と比べて若干の違いがある。斎藤明の配置時一口がわず副将した、まさに元の答案そのものだ。じゃあ、本当の主席は誰なのか。もう真相は一目瞭然だね。白川初音、母親と斎藤加賀答案を売買したと訴えたが、全くの濡れ衣だ。下がれ！氷守様、もう仕上げたいことがあります。氷守様、軍試験は半日間で全部で5科目あります。よほど記憶力が良くないと、普通の人なら数日前の科目の答えを一字も漏らさず覚えてるなんて、普通あり得る？氷守様、自分で書いたんです。全部ちゃんと覚えてます。普通ですよね。静粛に、黙れ。この場を侮ることを誰が許した。では、役人、紙と筆を用意しろ。二人とも、それぞれ詩に書いてみなさい。筆跡でこう正に判定する。他居の試験用紙は、専任者が書き写して、採点者に渡されるんだ。斎藤明乃は答えを知ってても、私の筆跡は絶対見てないはず。斎藤明乃が私の筆跡まで、こんなにそっくりに真似できるなんて、この家居の不正行為、私の知らないことが、まだどれだけあるんだろう。あなたのあん首の座を代わりに務めるなら、芝居も徹底的にやらないとね。今回の構成を保つため、本館が2人の答案を順番にお見せします。順に展示します。まずは白川初音さんの答案です。どうして白川初音の筆跡が普段の字と全然違うんだけど、何か仕掛けてるのか？構成、斎藤明乃。朝倉直也がアドバイスしてくれて助かった。私の字は綺麗だけど、筆の運びが多すぎて読みづらいから、写し間違いが増えるって。だから、試験用に書き方を変えたんだ。試験用に書き方を変えたんだ。斎藤明乃。どれだけ考えても、私は字を変えるなんて思いもしなかったでしょ。今回のあん首科挙埋兵事件について、調査の結果、南壁立法に違反し、他人の答案を買った者は斎藤明乃であることが判明しました。罪を知っているか？どうかご勘弁を、お殿様。三条御曹司におめでとう。初めて受験して、いきなり清水軍のあん首だなんて、これからが楽しみだな。おっと。俺が合格した時に祝ってくれれば十分だよ。ここにいる皆さん、平両府の格分のあん首だし、これから紳士になる有力な候補だよ。もし将来、朝廷に出仕して官職に就くことがあったら、俺たち仲間のこと忘れないでくれよ。ちょっと待って、まだ乾杯は早いよ。うちの軍のあん首は8人いるのに、こんがいてるのは7人だけだし、あと1人足りないよ。そうだよ、三条御曹司。お前が婚約脇したあの次女が、いつの間にか大鳥大軍のあん首になっちゃって、今どんな気分なんだ？ガキの頃から俺の後ろをついて回ってたドジな小娘がさ。あいつがどんな奴か一番よく知ってるのは俺だ。暗手なんて呼ばれてるけど、本当にそうかどうかも怪しいもんだ。身を打って手に入れた汚い金で。その金であん首の名前を買ったんだろ？あの子を侮るなよ。あいつ、出世する気満々だからな。この国で初めての女性か巨トップを狙ってるんだぜ。そうだよ。田舎娘なんて、俺たち文人のテーブルに座る資格なんてない。俺は言ってやるよ、お前。あいつに来ると今日あるか聞いてみろや。なんで私が来ないと思ったの？私が怖がると思う？おう、鳥大軍の白川主席か。でも、ここは文人だけの集まりだぞ。女がしゃしゃり出てくる場じゃないだろう。文人の集まりだって？さっき外でみんなが楽しそうに話してるのを聞いたけど、文人らしい気骨なんて少しも感じなかったよ。どうして？あんたたちみたいな酸っぱい嫉妬男だけが史跡になれるの？私みたいな女がトップを目指しちゃいけないの？お前、昔から女子が価値を受けるなんて、常識に反してるよ。それに、主席になった経緯もわからないし、その主席の名は、どこから来たんだ？常識を破る方が自分の心に背くよりずっといい。少なくとも私が主席になったのは自分の手で人もじいじも自害できた結果だ。誰かさんみたいに鮭の席の裏でこそこそ悪口言ってるだけじゃないからね。
先ほどは失言でした。白川主席、どうかお許しください。この一杯、まず私がいただきます。まずは謝罪として、そしてもう一つは大鳥大軍でトップを取ったことおめでとう。まあ、おめでとう。まあ、おめでとう。白川初音の奴が来たら、口実を作って、この酒を飲ませてやろう。今夜はきっと目を覚まさないだろう。どうせあの子は。結局、あなたの女ですから。この酒、何か変だ。このお酒、見た感じ、紅娘酒みたいな色してるね。なのに、青花から草模様の厚根の灰で飲むの？この灰は厚みがあって釉薬も重いね。だから、酒の香りが感じにくくなるんだ。こういう灰は、普通は度数の高い酒を飲むときに使うよ。はいはい、白川主席、さすがですね。すみません、うっかりしていました。店員、白磁の臼での灰をセットで早く持ってきてくれ。かしこまりました。白川主席、この一杯は、お詫びの気持ちで特別に注いだんですよ。飲んでくれないと、さっきのこと、まだ根に持ってるってことですよね。私たちに顔を立ててくれないんですね。では、ちょっとだけいただきますね。ご好意に感謝します。白川主席、それじゃあ付き合いが悪いですよ。ちょっとだけじゃいいが伝わらないでしょ。せめて、みんなと一は言いずつ飲んでよ。そうだね。飲んでよ。そうそう。みんなと飲んでよ。久しぶりだからの、もうよ。お前、この一杯を飲んだら、もう終わりだ。あんたたち、酒に一体何を混ぜたの？主席なんて肩書きで、俺と対等になれると思うな。今夜はしっかりお相手してやる。御曹司様大変です。白川町が三条御曹司たちと一緒に飲みに行ってしまいました。馬を準備しろ。初音。なんで来たの？大丈夫？あいつら何かされた？いや、久しぶりにごちそうを食べ過ぎちゃって、ご飯もたくさん食べたから、ちょっとぼーっとしてるだけ、横になって休んでるだけだよ。あの時、みんながお酒をついた時にすぐに気づいたんだ。グラスの横に白い粉が落ちててさ。そんなお酒飲むわけないでしょ？主席の皆さん、白川初音から皆さんに乾杯です。さっき急いで入ってきた時、テーブルにうつ伏せになってる君を見て、心臓が止まりそうだったよ。そんなにドキドキしてどうしたの？もしかして気分悪い？いいから早く行こう。あいつらが起きる前にさっさと行こう。待って、まだやり残したことがあるの。何してるんだ？あいつらは私の名誉を汚そうとしたの。今日は私が逆にやり返すわ。恥をかかせてやる。見た目は上品なのに、意外とがっちりしてるね。どこががっちりだよ。筋肉なんてなくて脂肪ばっかりだ。なんであんな風にしたんだ？男が女を貶めるときは、だいたい2つのやり方がある。一つは、定説の看板を背負わせて、ちょっとでも気を抜けば、定説を疑われるようにする。もう一つは、泥を塗ること。不死だらな女と噂されれば、一生命を着せられる。今日は逆のことをしてみよう。今度は、彼女たちにも同じ思いをさせてやる。もし段袖の噂が広まれば、平両夫の名家の令嬢たちは、もう誰も彼らを欲しがらないでしょ？君のことを甘く見てたよ。
村上御曹氏が知ってる初期夜行男子南町の絵師まで全部読んできて、こう伝えて、平両夫の三条家御曹氏と松本御曹氏が今日ここで宴会をしている面白い場面があるからみんな見に来てって。白川初音、今日初めて君のことが分かったよ。私のこと、君が知らないことはまだまだあるよ。あの女、寄り方がえげつないな。全然容赦しないんだな。でも、三条夕張の憎しみは、婚約脇だけじゃ済まないみたいだ。もしかして、まだ彼に未練があるのか。見た目は知的なのに、意外としっかりした体してるんだ。進む、体拭き用のタオルは。御曹司様。何もたもたしてるんだ。うわ。すみません。御曹司様、手が滑っちゃいました。タオル汚れちゃいました。新しいの、すぐ持ってきます。いたたた。白川さん、いらっしゃいますか？白川さん、お腹を壊してて、本当に動けなくて、うちの御曹司にタオルを届けてもらえませんか？お願いできますか？おたた。いたたた。ありがとう、白川さん。いたたた。朝倉御曹司。タオル、どうぞ。ありがとう。では、これで失礼します。うわ。大丈夫？美男作戦、やっぱり聞いたな。俺、三条夕張に何が劣ってるんだろう。俺にちょっとも触れてくれないなんて。なんでこんなに胸がドキドキしてるの？私、どうかしちゃったのかな？なんで頭の中、朝倉直也のことばっかり？もしかして、直也のこと好きになっちゃった？いけないいけない。あと1ヶ月で地方試験だ。首席合格が最優先。御曹司様、白川城は地方試験のために毎晩遅くまで起きてます。目の下にクマができてます。材料も良くて、技術も優れてて、この4つが揃えば良いってことだけど。これ、どうやって解釈すればいいの？注釈書3冊も読んだのに。この世で工芸機の定義をちゃんと解き明かせるのはたった一人だけだ。その人は、久我田すずりだ。あの人なら絶対知ってる。あいつそんなにすごいの？この前と見た文庫でやっと古本の文章規範を見つけたんだ。中野天子がすごく難しくて、彼はほんの一言でわかりやすく教えてくれた。あいつ香川先生の弟子だろ。あんなボロ文庫の本なんて読めない方がおかしいよな。
文章規範の古本って間違いが多いんだよ。いろんなところがゼンタ先生ですら考え込むくらいなのに、彼は一目見ただけですぐ教えてくれるの。これが賢いって言わずに、何って言うの？それに、私が聞いたところによると、彼は金城天皇の側近らしいの。天皇陛下が特別に彼の行動を守っているんだって。実際に彼の素顔を見たことがある人はほとんどいないんだ。私だけは会ったことあるんだよ。なんで急に怒っちゃったの？クガガワスズリの話ばっかり。君の目にはクガガワスズリしか映ってないんだろ。クガガワスズリに教えてもらえばいいじゃないか。でも、御曹司様、ご自身学がガワスズリじゃありませんか。黙れ。白川城、お手紙をお持ちしました。深川すずりだ。ちょっと教えてくれて。すぐわかったよ。本当に助かった。ありがとう。ちょっと手を貸しただけだよ。君は本当に頭がいいね。あとは少し考え方のヒントがあればよかっただけさ。つい質問ばかりしちゃって聞くの忘れてた。私をここに読んだり言うって何？読んだのはね、花を見ようと思ってさ。花見？あれ？村上進むじゃないの？また直哉圭が私のことを誰かに見張らせてるなんて。君が言ってた朝倉直也だけど、香川先生からちょっと話を聞いたことがあるよ。普段波状談ばかり言ってるけど、頭の回転が速くて、気前もいい人らしいよ。こっそり人を見張るなんて、そんな後ろ暗いことは絶対しないよ。あなたは彼とあまり関わってないからわからないのよ。彼なんて典型的なチャラい御曹司だし、普段から人をからかってフラフラしてるだけ。ふんとにガキっぽいの。私は。あなたの目には、彼ってそんな人なの？まあ、いいところもあるにはあるかな。前に毒を盛られちゃった時、彼が山まで行って薬草を取ってきてくれたの。それに、夜遅くまで勉強してる時は、わざわざ人に頼んで、温かいスープを持ってきてくれたりもしたの。案がいい人なんだね。時々はちゃんと頼れる時もあるよ。ありがとう、久我川様。いえいえ。御曹司様。さっきどこに隠れてたんだ？もっとちゃんと隠れないと、もう少し出張れるところだったぞ。御曹司様すみません。と、奥に隠れていれば迷惑にならないと思ってました。でも、バレてしまいました。彼女にとっては、俺って人を尾行させるようなやつなのかよ。別に彼女の後をつけてるわけじゃなくて、三条遊馬みたいな厄介なやつに巻き込まれないようにしてるだけなんだ。彼女を守るためなんだよ。なんで分かってくれないんだろう。ああ、御曹司様、今はそのこと気にしないで、富岳館の人が急ぎの用事があるみたいです。行こう、誉光、流浪兵。利他試験か、ささやかですが、どうぞ受け取ってください。今回の地方試験で、うちの御曹司をぜひごひいきにお願いいたします。安心してください。無駄足にはさせませんよ。今回の経義問題は、修和や工芸が10点になるよ。作論問題は、塩鉄管 A が出るから、今から準備しておけば大丈夫だよ。利他試験か、ありがとうございます。本当に助かりますね。本当に、白川初音の予想が当たったんだな。今回合格できたら、必ずお礼しますので。試験官に賄賂して問題を手に入れたのは、まさか三条遊馬だったなんて。管理様、うちの御曹司がお呼びしております。うちの御曹司って誰だと思ってるんだ？そもそも俺が誰か分かってるのか？そんな簡単に会えると思うなよ！熊川御曹司が私にお会いしたいと？最近ずっとこの本ばかり見てるけど、他の本に切り替えたりしないの？
これは私が狙ってる問題だよ。自信あるよ。今回の地方試験の定義の問題は絶対工芸機に関係するはず。もし問題漏説がなければ、彼女なら絶対に当ててたのに。そんなに確信してるの？さすがに君には言えないよ。前世でユーバが試験官から問題を漏らしてもらって、私が書いた文章を使って地方試験の首席合格を果たしたんだから。待ってて、絶対に首席合格してみせるから。そんなに糸に攻撃だけを見続けてたら、地方試験で新しい問題が出たらきっと慌てるよ。首席合格なんて実力を出せるかどうかも怪しいよ。この霊気オス、ちゃんと準備してる？数日前、香川先生が半朝自軍の章は今回の地方試験にぴったりだって言ってたよ。心配しなくていいよ。この方はもう完璧に頭にはいってるから。策論問題ってもしかしたら国家、運営とか民の暮らしや苦しみにも触れるかもよ。ちゃんと準備してる？むしろ聞きたいんだけど、国家運営とか反朝自軍みたいなマニアックな出題ポイントを本なんて読まないくせになんでそんなに自信満々に語れるの？俺、お前のためにわざわざ香川先生に教えてもらいに行ったんだ。でも追い出されちゃった。私のためにわざわざ？心配しなくていいよ。このあたりのポイントはもうバッチリだから。でも、攻撃はまだあまり詳しくないし、だからもう少しじっくり取り組みたいの。しっかりしてるな。ちゃんと俺の言う通りにしろよ。俺が押さえたポイントを答えればいいから。ずうずうしいにも程があるわ。ズルしてて逃げた問題なのに、よくここで自慢してるわ。間違いなし。白川初音。地方試験は軍心みたいな簡単なもんじゃないぞ。子供の遊びとはわけが違うんだ。さっさと帰った方が身のためだよ。問題見てなく、ハメになる前にな。あら、松本御曹司と一緒に断袖図に描かれてた三条が御曹司じゃない？今日は枕元の恋人は一緒じゃないの？一緒に試験勉強しないの？私の心配なんてしてる場合。白川初音、今日、お前を試験会場に入れさせないぞ。信じるか？入れるかどうかなんて、試験会場の係が決めることよ。まさか三条か御曹司の裏技使えば、何でも思い通りにできるとでも？試験まで従事れるつもり？よし。俺とかける勇気あるか？この地方試験の成績で勝負しようぜ。負けた方は合格発表の日に、試験会場の門前の石獅子の周りを犬みたいに3周ぐるぐる回って、俺はダメ人間だって大声で叫ぶんだ。かける勇気あるか？かけようじゃないか。後でごまかすなよ。白川城、まだまだ子供だな。三条御曹司ってどんな人なの？家に話がいて指導してもらってるし、今回もない部情報があるんだって、彼女じゃ勝負にならないよ。そうだよ。女が勉強しても男にはかなわないって。軍試験ならごまかして合格できるかもしれないけど、でも地方試験は本当の実力が問われるんだ。さあさあ、始めようぜ。俺は銀一両かける三条御曹司が勝つ方に、まあ、笑い話だと思ってさ、白川城が犬みたいに這うのを見るのが楽しみだな。10両かけるわ。私の方が三条ユーバより順位が上になるって。10両だけじゃ話にならないね。100両かけるぞ、白川初音の勝ちに。三条御曹司、お前が言い出したんだろ？もっとかけてみろよ。俺は500両かける。朝倉直也。本当に金はあるけど、頭は悪いな。負けて金を払うことになるぞ。やっぱり、問題が変わってる。半朝自軍。これ、直也家が昨日話してたやつ？今回の試験はどうだった？手応えはどれくらい？合格は間違いないよ。首席については、五分五分かな。白川初音。前に生きってたくせに、あんなに自信満々だったのに、俺と犬みたいに張ってかけたり、10両もかけたのに、どうした？怖くなったのか？問題が変わったはずなのに、なんであんなに威張ってるの？まるで勝つのが決まってるみたいな顔してるし。朝廷の統治と軍の運用についての注釈は、礼治と平成、この2つを抑えれば十分だ。
家長なんて、今や金持ちの御曹司たちのコネや裏技で遊ぶ茶番になってるよ。初音、カケのこと忘れるなよ。もちろん、俺にお願いすれば、カケ、なかったことにしてやる。もちろん、約束は守る。みんな、集まって！これから面白いことが始まるぞ。試験会場の石地市の周りを犬みたいに張って回る人がいるんだってさ。見た目はおとなしいのに、まさか賭けに乗るなんてね。来た！初音、みんなの前で恥をかかせてやる。その気分を味わわせてやる。トップは、白川。そう。ほら、司法試験の主席が女の子だよ。本当だ。トップ、白川初音。ほら、見て！司法試験の主席が女の子だよ。そんなはずはない。なんで彼女が一番なんだよ。私が一番だ！そうだ。君は一番だけじゃなくて、平両夫で唯一の女性主席なんだよ。受かった！私がトップだ！三条御曹司兄です。白川城の次でした。ゆうばくん、そんなに急いでどこ行くの？約束したよね。負けたら犬みたいに張って歩くって。そうだよ、ゆうばくん。かけたからには、ちゃんと約束守ってよ。みんな見てるんだから、みんなの前で恥かかせないでよ。そうだよ、早く会いなよ。早くしろよ。早く張ってみろよ。それだけじゃないよね、ゆうばくん。500両もかけてたよね。他の御曹司たちもかけてたし。オッズ通りなら、私に1000両もらえるはずだよ。みんな、彼女に騙されるなよ。絶対試験官に賄賂したんだよ。どうせ汚い手を使ったんだろ。そうだ！どの試験官と繋がってるかわからないけど、色仕掛けとか使って、そうやって順位を手に入れたんだ。汚い手だ。ゆうばくん、ちょっと聞きたいんだけど、誉光ルローノに貝の個室で出した料理。あれ？アジはどうだった？結局、試験官を買収したのは誰なんだろうね。君、何してるんだ？今認めないなら、刑事調査長に突き出すぞ。素直に負けを認めろ。さもないと、三条家は面目を失うだけじゃなく、お前の父さんの官職も危うくなるぞ。三条御曹司、ぐずぐずするなよ。賭けの前はあんなに強気だったくせに、今になってどうした？賭けに負けたら潔く認めるのが男だろ。早く、はいつくばれ！笑わせてくれよ。三条御曹司！早くやれ！早く、はいつくばれ！もたもたしてんじゃねえよ。早くやれ！ほらほら！はいつくばれ。まだ城本になってないのに、もう一気にお金持ち気分だよ。玉光郎の八宝かも食べたいんでしょ？じゃあ、行こう。お店に行こう。一緒に食べよう。玉光郎の八宝かも、さすが評判通りだね。鴨の皮がジューシーで全然くどくない。椎茸が干し貝柱を包んでて、一口食べると旨味が広がる。気に入ってくれてよかった。食べたいと思ったら毎日でも連れて行くよ。お店の名物料理、全部食べ尽くそう。あんた？そういえば、誉光ローでのことだけど、どうしてユーバがあそこで試験官を買収してたって知ってたの？僕が誉光ローでたまたま見かけたんだ。ユーバが君を陥れようとするんじゃないかって心配して。その問題ってどうなってるの？地方試験の出題は何重にもチェックされて決まるんだよ。郡守ですら来ても簡単に変えられるもんじゃない。そうだ、香川先生。香川先生は昔、今回の試行官と付き合いがあったんだ。だから僕は急いで夜にて紙を書いて試行官に知らせたんだ。もし今回の不正が騒ぎになったら、地方試験にも響くからさ。そんなに、私のために色々してくれなくてもいいのに。こんなことまでしたのは、君が城本になれるように守っただけさ。後で僕のために使えるようにね。立花様、大変です。外に名門の御曹司たちが大勢集まっています。みんな立派な贈り物を持ってきて、白川城に結婚を申し込みに来たそうです。この方が今回の回もと、白川城ですよ。やっぱり才色兼備ですね。
白川は常です。白川城、うちには軍に3つの中庭がある大きな屋敷があって、良い田んぼも10年あるんだ。もし僕と結婚してくれたら、結納金は100両用意するよ。これからは勉強だけに専念していいから、家のことは全部任せて、何もしなくていいよ。俺は500両出すよ。今日のとからし修職人を呼んで、服を仕立ててもらうし、買い元の嫁さんをもらえるなんて、これで、うちの家も村では、長高いよ。白川城、これがうちの結納金、500両だよ。人脈も使ってサポートするよ。応援もするし、家族も力になれるよ。御曹司様、こんなことになって、早くしまえと。このままだと、白川城が奪われちゃうよ。何を争ってるんだ。ガノ女自身が判断するよ。白川城、今すぐ連れて行くぞ。うちの田んぼと屋敷を見に行くぞ。やめろ。あんた何者だよ。今すぐ白川城から手を離せ。俺が、彼女の旦那だ。俺は彼女の夫だ。今の聞き間違いじゃないよね。彼、私の夫だって言ったの？朝倉直也。朝倉から御曹司だってことは知ってるよ。でも、あんたは素行が悪いし、毎日ブラブラしてるだけだろ。どこが御曹司にふさわしいんだよ。俺とは常は、まだ正式な儀式はしてないけど、もう二人でしょう来を誓い合ってるんだ。初音の結婚は、君たちが口出しする筋合いはない。俺たちは家はあるし、将来も約束されてる。あんたは名前だけだろ。さあ、何ができるんだ。白川城は人を見る目があると信じてる。絶対にこんな暇そうな奴なんて選ぶわけないよな。この数年、俺は軍師の正体を隠すために、わざと人前で遊び人のイメージを作ってきた。でも、初音派上元を目指してる、俺の遊び人としての評判がついたら、今日の都でのこれからの人生が、きっともっと大変になるだろう。誰が彼をダメだって言ったの？私と直哉はずっと前から N 心が通じ合ってる。すでに二人で将来を誓い合った。もう純潔じゃない。皆様、どうぞお引き取りください。もうこれ異常起こしにならないでください。あんた、どうしてあんな宝刀息子を選ぶんだ。問題ばかり起こす以外に何ができるんだ。それに、俺たちもどこが彼を劣ってるって言うんだ。財産なら、うちは1000金の資産がある。将来なら、来年には家居の主席を取ってみせる。君たちが彼に勝てるところなんてあるか？見た目で言えば、彼の方もあなたたちよりずっとかっこいい。スタイルで言えば、彼の方がみんなよりずっとスマートよ。人柄で言えば、彼は一見やんちゃに見えるけど、お金でしか人を評価できない。以前者のあなたたちよりずっと立派よ。100倍もね。恥知らずめ、白昼堂々と。よくもまあこんなみっともないことを、主席の妻なんて、なる資格ないだろ。女らしくない。こんな女、自分をわきまえない女なんて誰がもらうか。帰るぞ。さっき言ってたこと、全部本当なの？何？ダメなの？ダメ？いいよ。ちょっとキスしただけなのに、なんで熱まで出しちゃうの？初音、キスはやめて。まだ準備できてないよ。キスしないで。まだ心の準備ができてないよ。やだ、キスしないで。まだ準備できてないよ。意外だな、うちのお坊ちゃん。普段は怖いものなしって感じなのに、実はピュアなんだね。ちょうどよかった。来てくれたのね。彼の看病お願いできる？白川さん、うちの御曹司、今すごい熱で苦しんでまして、体を拭いてあげて熱を下げないといけません。もう、鬼には将来を約束した仲ですし、他の人に頼むまでもないですよね。あとはよろしくお願いしますね。違いますよ。でも、村上にやれって言われたんだよ。見た目は武道家っぽくないのに、こんなに体がしっかりしてるなんて、みんなが勉強してる時間を全部丹田に使ってたのかもね。初音。
彼、本当に起きてるのかな？白玉の玉パイ。これって天皇陛下の側近だけが持てるものじゃない？なんで彼が持ってるの13番の棚。下から2段目。川崎星なんて知らない人いないよね。川崎星の最後の弟子、白川はすずりだけだし、もしかしてあなたが久川はすずり？ただの通りすがりの読書好きさ。もしかして久川はすずりなの？僕のものに勝手に触らないで。もうあなたの正体、分かったよ。久川はすずりなんだよね。何の話か全然わからないよ。本当に分かってるよね。さっき、あなたのために自分の評判まで捨てたんだよ。だから、真実だけ教えてほしいの。どうして久川はすずりの正体を隠してるの？どうして道楽息子のふりをしてるの？父を打ち倒すために、今の主席殿、朝倉海人を狙っているんだ。父さんは昔、家柄の低かった女性だった。安内親王である母の推薦のおかげで、朝廷にはいることができた。でも、父母を愛していたわけじゃない。最初から好きだったことは一度もなかった。朝倉、海と教えて。私と結婚したのは、私のことを思ってなの？それとも、案内親王という身分が目的だったの？初めて知った結婚さえも、権力の駒になるんだって。海と、ただ一つお願いがある。長谷川を、この争いに巻き込まないで。母が亡くなった年、僕はまだ10歳だった。母が亡くなるまでずっと、父はただ権力を求めているだけだと思っていた。でも知らなかった。父はずっと前から反逆を考えていたこと。父上に知られてしまうことを、命を落とすような結果になるかもしれないが、それでも、怖くないのか。それより怖いのは、母が一生かけて手に入れた安らぎが結局、反逆のための犠牲になってしまうことなんだ。あの日から、僕は天皇陛下の密かな側近になった。父の勢力を打ち崩して、朝廷を清らかに戻すために。わかってる。父を殺すなんて、普通じゃありえないことだよね。君は僕のことを、どう思う？違う。あなたはお父様の過ちを止めているんだ。朝廷闇のためにしてることだよ。だから、私を選んだのは、あなたの番に、彼に立ち向かう駒を一つ、増やすためだったのね。私の考えだけど、これまでの賭けの定元は、ほとんど朝倉太が引き立てた人ばかりよ。家境を利用して、自分の側近を送り込んで、勢力を強めてるのね。だから私を選んだのね。私を定元にするつもりなんでしょ？そう。君と初めて会った時、才能だけじゃなくて、真の強さも感じたんだ。あいつらみたいに、父に取り込まれるような人じゃないって。君は俺の番の上で、一番大事な駒なんだ。でも俺が願ってるのは、今日から、君が俺の進む道で、一番信頼できる仲間になってほしいってこと。ね。早く服着てよ。御曹司様、今日のとで大事が起きました。お邪魔でしたか？じゃあ、一旦、外に出ましょうか。大丈夫、大丈夫。じゃあ、御曹司様と白川城のご結婚、先にお祝いしておきますね。冗談はいいから、用があるなら早く言え。それが、御曹司様できれば、二人きりでご相談したいことです。初音さんには、もう俺の正体を知ってる。今日の都が波壺が届きました。天皇陛下が各州の買い元を今日の都に集めるって、厄介な話があるから相談したいんだって。先にその難題を解決した人は、直接どの地に進めるって。立花本家御曹司参上！なんだか、今の姿の方が、こっちの方が似合ってる気がする。父上。
兄さん、ずいぶんご機嫌だね。天皇陛下の御前にまでよくも遅れて来たられるもんだ。結局さ、御曹司の立場に甘えてるだけだよ。翔太を見てみろ。言動や振る舞いからも落ち着きが感じられる。兄さんよりずっとしっかりしてる。はは、親は。やんない親王なのに。それなのに、その身分をいいことに、毎日遊んでばかりだよ。私としてはさ、やんない親王もあの世で、きっと悲しんでるだろうね。直哉系は本当にマイペースだね。もっと遅れるかと思ってたよ。午前車に頼んで、直哉系の大好物の水上煮豚。ちゃんと取っておいたよ。内心の、なんでいつも兄さんばかりと区別扱いするの？何も学ばず、遊んでばかりのろくでなしだ。ご寵愛を受ける資格なんてない。私が誰と親しくするか、あなたには関係ないでしょ？あんたこそ、若いくせに、やたらと歪んでるし、毛も生え揃ってないガキみたい。見てるだけでイラッとするわ。陛下がお越しになります。天皇陛下、万歳万歳。諸教、頭を上げよ。早く持ってきなさい。ご報告いたします。南壁以下。これは我が国の宝、低い銃でございます。その腹には日照玉が収められております。もし日照玉をそのまま取り出せれば、この器を開けられます。南壁国では国を挙げて取り組みましたが、誰一人解くことができませんでした。そこで特に貴国にご教師を願いに参りました。皆に回せ。全然隙間が見当たらないな。どうやって取り出すんだ？ローットの見立てでは、獅子の腹にはここの2つの曲がりくねった通路があるはずだ。砲手はその曲がり角で引っかかっているんだ。無理に開けようとすると、弾が壊れてしまうだろう。朝廷の連中はみんなずる賢いんだ。誰もこの問題に手を出さないのは何か怪しいことがあるからだ。解けなかったら政法に馬鹿にされる。天皇陛下は面目を保つために十分あり得る。臣下界も都たちを処刑するかもしれない。この謎の肝はほどけるかどうかじゃなくて、解く勇気があるかどうかだ。陛下、民の女ですが、挑戦させていただけますか？そなたは何者か？民女白川初音にございます。平両府も時地方試験の買い元にございます。女でかい元になれるなんて、本当に珍しいよな。御前演で銭湯に立って問題を解くなんて。朝廷の誰も手を出せなかったのに。白川の令嬢が場違いなことして、命も守れないだろうな。もし本当に斬首されそうになったら、天皇陛下に頼んででも、君の命は守る。白川初音、本当に日照玉を取り出せると自信があるのか？方法はございます。よかろう。やってみせよ。陛下、この低い銃はとても精巧に作られていて、お腹は空洞ですが、継ぎ目が見当たりません。日照玉は曲がりくねった通路の途中で引っかかっています。普通のやり方じゃ無理ですね。何でも必ずやり方があるんです。難しくてもできないわけじゃない。お前、よくも我が政法の司法を壊したな。使節様、それは違いますよ。さっきは報酬を取り出せと言っただけで、獅子の頭を傷つけるなとは言ってませんでした。それに、この玉の獅子はただの置物です。そんなもののために、本来手に入れるべきものを失い、我が南壁が西方の前で、無能の楽印を押されるなんて、それこそ愚かでしょう。君も神母ルールに縛られて、思い切って挑戦できない。南壁は結果だけを重視して、手段は選ばない。もしあなたたちが低い銃の真似をして南壁国を侮辱しようとしたり、こそこそと悪巧みを隠しているなら、そんなことをすれば、この玉の獅子よりももっとひどい目に遭うでしょう。陛下、ご容赦ください。私が軽率でした。この品で南壁国を挑発するべきではありませんでした。両国の友好を考慮して、どうかご容赦ください。私の無礼をお許しください。南壁は結果を重視し、
手段を選ばぬ白川初音、女性でありながら男にも勝る。度胸と策略を持ち合わせている。やはりお前を見込んで正解だったな。陛下、感謝いたします。陛下は最初から今回の貝本の中で獅子を壊して玉を取る人を待っていたんです。朝廷の文武百官は南壁の管理のメンツを気にして手を出せなかった。でも、私たち平民出身の貝本はそもそもそんな心配はないから。白川初音。やっぱりただの女性じゃないな。白川家の令嬢は貝本になったばかりか。経験も君たちには到底及ばぬ。でも、城本や紳士になったことがあり、今では地方の政務を任されている。大臣たちよりもはるかに上だ。自分たちで言ってみろ。頭角を現し始めたばかりの女の子にも敵わず。それでもまだ朝廷の席に座っている。どう責任を取るつもりだ？陛下、お許しを万死に値します。はははは。本日は白川家の功績に免じて、この件はこれまでとする。白川。参上しております。私は言ったはずだ。誰かが政法施設の出題を解けば、しんがり死にに直行できる。私は約束通りにする。私は承諾した。しっかりチャンスをつかむのだぞ。合格してくれることを期待している。全力で頑張ります。南壁国を守ります。朝廷のために力を尽くします。白川初音なんて、ただの貝本よ。まぐれでしょ。ただ問題を解いただけ。それで合格できると思ってるの？寝言は寝ていいなさい。白川家は、栄や寿司内親王ほど家柄が高いわけじゃない。それなのに、内親王はこの問題を解けなかったの。甘やかされて育ったから、頭の中、空っぽなんじゃない？朝倉直也。また白川なんて。許せない。内親王、俺と口喧嘩してる暇があったら、もっと本でも読んだらどうだ。父上に恥をかかせるなよ。しょうもない奴だ。内親王なんて、嫁にもらって何の意味があるんだ。もし白川家の令嬢を自分の家に引き入れられたら、彼女が合格して官職に就いたら、自分はこの朝廷でもっと思い通りにできるじゃないか。陛下、ご提案がございます。どうか、お取りは辛いください。ははは、今日はめでたい日だな。何かで案があれば遠慮せずに言いなさい。私が叶えられないことなんてないぞ。陛下が今日はめでたい日だとおっしゃったなら、恐れながらもう仕上げます。私の次男、翔太はもう婚期を迎えています。さっき白川家の令嬢を見て、頭の回転が速くて、国のことを考えているのが庶民の出身ですが、名家のお嬢さんたちよりもずっと優れています。私は昔から家柄破棄にしません。才能と仁徳を大切にしています。さらに都合がいいことに、さっき翔太がこっそり私に言ったのですが、前からずっと白川家の令嬢に思いを寄せていたと、すでに恋心もあったようです。ちょうど今日、陛下が素晴らしい人材を得られたこの機会に、そこで恐れながら、どうか陛下にお願い、もう仕上げます。このご縁をお許しください。どうか、翔太と白川家の令嬢を結ばせていただき、今日の喜びに、さらに幸せを加えてください。父上、僕、そんなこと一度も言った覚えないけど。陛下、私はもう婚期を迎えていますが、誰かに嫁ぐことは考えたこともありません。私は庶民の出身ですが、長年努力してきたのは、将来、家に閉じこもって夫に尽くし子供を育てるためではありません。自分の力で、南壁のために、陛下のために力を尽くしたいのです。この縁談は、私の志に反します。どうか陛下、よくお考えください。失礼ね。自分がどんな身分かわかってる？父上の前でよくもそんな無礼な態度を取れるわね。なんてずうずうしいの。朝倉殿が自分の次男にあなたを嫁がせてくれるなんて。あなたにとってはこれ異常ない行為よ。ただの庶民の卑しい女が。ちょっと本を読んだくらいで自分の立場もわからなくなったの？ただ、このことについては私にも落ち度があった。さっき朝倉京が頼んできた時にすでに承諾した。何を言っても私が叶えてやる。ただ、白川家の令嬢よ。朝倉邸に嫁ぐのは格上の縁組だ。今後も辛い思いはしないはずだ。この婚姻は、お前が私のために尽くすことも、南壁国のために力を尽くすことも妨げない。今日は私が決める。白川家の令嬢を朝倉京の次男の妻とする。日取りを決めて婚礼を挙げよう。
陛下、私も白川の令嬢を心から敬っています。白川の令嬢は本当に美しくて、私の好みにぴったりなんです。白川令嬢に対しては、気づけば思いが募っていた。その気持ちはどんどん深くなっていった。陛下が彼女を朝倉家に嫁がせるなら、私でも同じでしょう。陛下の前でふざけるな！俺にこんな息子がいるなんて、朝倉かのはじだ。陛下のみの妹です。陛下は私の叔父にあたります。父が家門の不幸だと言うなら、それって、南カデ国全体が父の面目を失わせているってことですか？直哉、父親を中傷するなんて。陛下、決してそのような愛とはございません。さて、朝倉卿、君が人材を大切にしていて、白川家の令嬢を朝倉家に迎えたいなら、君の2人の息子が2人とも白川家の令嬢に夢中なら、それなら、白川家の令嬢自身に婿を選ばせてはどうだ。白川家の令嬢、私の意図、わかっているな。陛下のお考え承知しました。どうしても嫁がなければならないのなら、私が選びます。朝倉家継ぐ男、翔太を。陛下、私も聞いていますが、世間ではすでに噂になっています。白川家の令嬢が、兄と私の2人と、密かに思いを交わしていると。人の恋路を邪魔するつもりはありません。それに、白川家の令嬢は、もう純血じゃないって噂も聞いてますし、初音さんの初夜は、兄がもらったとも言われてます。だから、私には無理です。白川家の令嬢、本当なのか？陛下、ご明察ください。私があのようなことをしたのは、無理やり急行時に来る青年、立ちを避けるためで、やむを得ず、そうしました。私と朝倉課長な、直哉とは肉体関係など一切ありません。もちろん、将来を約束したこともありません。陛下が、私の選択をお認めいただけるのであれば、どうか、良き日をお選びいただけますよう、私と翔太が一日も早く結婚できますように。よし、日を改めるより今が良い。では、陳が命じる。明日結婚せよ。陛下のご命令、受けたまわります。白川初音。朝倉御曹司、こんな公の場で見られたら恥ずかしいでしょう。それに、何が言いたいんだ？まさか俺の弟の嫁になるつもりか？そんなに、急いで翔太にと継ぎたいのか？よし、みんなに、何が禁断の関係か、教えてやる。君が何を考えているか、わかってるよ。これまで君に約束したことはなかったけど、今、君に約束する。俺、朝倉直哉八が、一生かけて君を守り抜く。命をかけてでも、俺、どうか、翔太にだけは、とつかないでくれ。私を守るっていうの？みんな知ってるでしょ？あなたは朝倉主席に見捨てられた存在だって。金城天皇ですら彼を恐れてるのに、自分の力だけで、父親が長年かけて築いた権力のネットワークを壊せるとでも思ってるの？直哉、本当に世間知らずのお坊ちゃんだね。そんなに甘く考えない方がいいよ。白川初音。どうしてそんなに俺を憎むのか、わからない。認めるよ。最初は君を合格させようとしたのは、最初は君を利用するつもりだった。でも今はわかったよ。君は俺を踏み台にして城本になるつもりだったんだろう。そう、城本になれるなら、この世の誰もが、あなたも含めて。みんな、私が選んだ踏み台でしかない。直哉、これからあなたが進む道がどれほど険しいか、私ほど分かってる人はいない。もし君がそんな風に私を守ろうとしたら、きっとすぐに君のお父さんに君の異なる思惑がバレてしまうよ。私は表向き従うふりをして翔太に嫁ぐことで君の道がもっとスムーズになるから。直哉先輩、前にも言ったけど全力で君を支えるから、私は絶対に約束を破らない。白川さん、こちら、うちの御曹司からお預かりした品です。
今日はあなたの晴れの日だそうです。都合が悪くて出席できないとのことです。でも、礼儀はきちんとしないといけませんから。弟の結婚なのに、兄なのにか、思出さない。そんな状況で礼儀なんて必要。これは昨日のことです。うちの御曹司が馬堂寺までわざわざ足を運んで、あなたのために手に入れてきた手口です。そんな意味。興味ないわ。白川さん、うちの御曹司が言ってました。この願いを叶えるには、絶対に身につけてほしいと。今日は私の結婚の日なの。他の男がくれたアクセサリーを身につけるなんて、そんなのありえないわ。持って帰って。白川さん、ちょっと冷たすぎませんか？せめてうちの御曹司は、これまで何度もあなたを助けてきたのに、ずっと、あなたと御曹司が結ばれると思ってたのに、急に顔を背けて、まるで別人みたいになっちゃったんですか？やっぱり身につけたんだ。やっぱり白川さんはそんな冷たい人じゃないと思ってた。あとは御曹司次第だな。朝倉、直哉、今夜が終われば、もう私たちが結ばれることはない。もし本当に来世があるなら、その時こそ、あなたと結ばれますように。結婚する前に、あなたに伝えておきたいことがいくつかあります。まず、あなたと一緒に寝ることはありません。もしそういう関係を求めるなら、私は気にしません。どう満たしても構わない。ただ、私じゃなければそれでいいです。次に、あなたの子供を産むつもりもありません。もし側室を迎えられるなら、それが一番いいです。それが嫌なら、正式に正妻を迎えてもいいです。私は自分から側室に下がります。三つ目、私は試験に受かるまでは、朝倉家のことは一切取り仕切りません。四つ目、今までこのブレスレットをつけてるの見たことなかったな。これは私の嫁入り道具なの。お願い。最後まで聞け。四つ目。もう言わなくていい。最初の条件以外は、つまり夫婦関係だけは、他の条件は全部応じるよ。朝倉御曹司、私たちの間には愛情も絆も全くない。この結婚はただの天皇陛下の命令だから。仕方なく私たちは形だけの夫婦でいればいい。もし本当に私を無理やりしようとするなら、私は初音、死を選びます。初音、俺だよ。直哉？なんでそんな格好してるの？翔太は？もし京くんと結婚するのが俺だったら、どうする？直哉、もう言ったでしょ。私は翔太としか結婚しない。これからは、もう何の縁もない。そうなの？じゃあ、なんで俺が君に送ったブレスレットを受け取って、今日も結婚祝いにつけてるんだ？ちょっとそう思っただけで、デザインが結構凝ってるなーって。まだ俺を騙すつもりか。村上から聞いてるはずだろ。このブレスレットに派別の意味があるんだ。手につけてこそ願いが叶うんだよ。その意味すら知らないのに。なんでわざわざつけてるんだ？まあね。やっぱりあなたには敵はない。何を願っているのか、私は知らないけど、あなたが望むことなら、叶うように手助けできたらいいな。これで、納得した？今、君に伝えるよ。俺が願っているのは、君の本当の気持ちなんだ。この手串をつけていてくれれば、どこにいても、火の中、水の中でも、必ず君を取り戻す。君をそばに置く。でも、これってスメラディ命に背いてることになるよ。もし翔太さんに凸がなかったら、私だけじゃなくて、あなたも巻き込まれるかもしれない。翔太にはあるものを渡しておいた。言いたいことがあるなら、さっさと言えよ。今日は俺のめでたい日なんだ。大事な用があるんだから、邪魔すんなよ。白川君の娘と結婚したくないって言ってたよな。なんで急に気が変わったんだ？来たからには、流れに任せるさ。それに、小娘のアジも、ちょっと楽しめるし、悪くないだろう。
翔太、初音に手を出したら、あの世行きだぞ。天皇の命令だ。俺にどうしようってんだ。でも、珍しいよな。兄貴が女に、こんなに夢中になるなんて。じゃあ、俺も見せてもらおうか。初音がどうやって兄貴を夢中にさせたのか。御曹司様、白川城が、手口をつけましたよ。特赦城！なんでそんな権限持ってるんだよ。特赦令なんて聞いたことないわ。母がと継いだ時に、天皇陛下から賜ったものなんだ。たとえ朝倉蟹と継いでも、父にひどいし不忠を受けても、特赦状を使って自分を守ろうとはしなかった。母が亡くなってから、御馬が母の遺品を私にくれた、その中にこの特赦状があったんだ。直哉さん、私なんかにそこまでしてくれるなんて。幼い頃、母を守ってあげられなかった。今は、絶対に大切な人を離さない。大切に。初音、僕と結婚してくれる？昔は、ただお互いに思惑があって、利用し合う関係だと。いつの間にか君のことがずっと気になってたんだ。君が天皇陛下の前で翔太と結婚すると言った時に、その時初めて気づいたんだ。君への思いに、このキスで君が受け入れてくれたってことだね。朝っぱらからそんなことするなんて、さすが寝る間も惜しんで夜通し勉強してた買い元だけあるね。そのスタミナは本当にただものじゃないよ。そんなことないよ、直哉さん。まさかこんな日が来るなんて思ってもみなかったよ。こんなに無防備に僕のそばで寝てるなんて。しかもなおやって呼ぶんだ。旦那様。誰だ？直哉さん、大変です。朝倉主席様が初音さんを呼んでいます。聞いたところによると、政治のカビを何個もあったらしいです。翔太はどこにいるんだ？オディフ様、私は翔太さんがどこにいるかわかりません。それに、私の夫は翔太さんじゃありません。オディフ様の長男、直哉様です。よくもそんなことを言えるな。朝倉家には何百人もいるのに、なんでこんな恥知らずな女が出てきたんだ。父親、初音は俺の三妻で。父親の嫁です。そんなにきつくして、親子の関係が壊れてしまいませんか？バカしゃ！お前の母が亡くなってから、ずっと俺に逆らってばかりだ。母さんとの深い絆がなければ、とっくに朝倉家から追い出していたぞ。今日、よくもこんな。今夜くしゃを取り替えるなんて、大逆不道だ。容赦しないぞ。スメラギシュートに裁かせる。父親、天皇兵、海一人の下で、万人の上に立主赤殿として、そんなに情報が入ってこないなんて。今、なんて言った？さっき言ったように、うちの弟は、俺が渡したとクシャ状を、もうスメラギシュートに渡したんだ。この結婚の話は、全部が全部とは言わないけど、ほぼ流れると思うよ。父親は、自分の訴えと、俺の特赦状、どっちが役に立つと思う？まさか特赦状が、お前の手元にあったとは。そうだ。母さんが生きていた頃、彼女の寝具を隅々まで探したのに、結局とクシャ状は見つからなかったよね。
母さんはどうして父親に隠していたんですか？一体母さんに何をしたんだ？父親は、常と一緒にお先に失礼します。ご自愛ください。ユーバ？なんで朝倉邸にいるの？初音、君の城本への道は、これからもっと厳しくなるよ。どうやら父親はもう知っていたんだな。特赦状のこともわざと俺たちを試したんだ。私たちの関係をどこまで親密なのか試されたんだ。そうだ。父上はもう気づいていた。君はもう彼の思い通りにはならない。だから彼はどんな犠牲を払ってでも、ユーバを帳元にするためなら、どんな犠牲も惜しまないんだ。彼に見捨てられても構わない。少なくとも。もう隠さなくていい。あなたへの思いは、私は舞台の人みたいに完璧に演じることなんてできない。あなたへの気持ちを自分さえもごまかせるほど隠せない。もうすぐシンガリダムだな。閲覧艦たちは、ちゃんと準備できてるか？ご心配なく、今回のシンガリタメは半数以上の閲魔機関が我々の人間です。彼らがユーバの筆跡さえ見分けられれば絶対に間違いありません。まさかここまで科挙の不正が広がっているとはな。シンガリチミに進める奴らもみんな役立たずばかりだ。何度選び直しても結局ユーバしか選べない。駒として使うしかないんだ。ユーバの学問はちょっと弱いけど、まあそこまでひどくはないよ。下官はユーバを帝都学館に通わせております。短期間で集中的に勉強させましたので、必ずご期待に沿います。朝倉主席は科挙不正の黒幕なんだ。私はどれだけ物知りで、どれだけ才能があっても勝てる見込みなんてあるのかな。初音しんがり死の出題が変わった。公平のために天皇陛下が科挙の不正を厳しく取り締まっている。今回のしんがり死はいつもと違う。でも具体的にどう変わったのかは俺もまだわからない。科挙の不正を防ぐために秦が決意した今回のしんがり地はこれまでとは違う。策論や文章の試験は行わない。今回の問題は陳が出す。自分の出で勝負せよ。誰が答えを出せるか。陳と、ここにいる大臣たちを満足させたものが、そのものが城本だ。あのクソ皇帝、まだ何か変なことしてるのか。じゃあ。陛下、申し上げますが、馬緑宮にシドノで突然火事が発生しました。火の勢いがどんどん強くなっています。しんがりの柳や柱までも広がっています。秦が駆けつけた時、宮女と侍魔諸の一隊がすでに救援に向かいました。白川初音、三条雄馬、カバ緑宮の火事はただごとじゃない。あそこには陳の大事なしなじながある。お前たちに任に命じる。今すぐ出発せよ。すぐに西戸もへ向かい、救援せよ。どうせ将来管理になるなら、南壁国に仕えることになる。だったら、陛下のために力を尽くす機会をしっかりつかめ。天皇陛下は一体何を企んでいるんだ。火事を消すだけで二人の実力の差なんてわかるのか。陛下、申し上げます。カバ緑宮にシドの火はもう消えました。ただ、雑役部屋の方は風のせいで火がまだ激しく燃えています。小方、委員はまだ中に入れません。実は白川初音が危険を顧みず雑役部屋に飛び込んだようです。今はまだ行方がわかりません。初音、お願いだから、俺のために無理しないで。他の理由でも、今日のとで初の同じを元になるために、命を犠牲にしないで。陛下、遅れてまいりました。その手に抱えているものは何か。陛下、こちらに抱えているのは先帝の御筆事情です。今、西どもでは火が激しく燃え上がっていて、他にもたくさんの文物があり、すべてを持ち帰ることはできませんでした。この御筆事情は、先帝が残されたたった一つの遺品で、国の司法です。もしこれが傷つけば、先帝に対する大きな無礼となります。陛下は国の重であり、公徒令をもって国を治めておられます。拙みですが、これもまた先帝にとって最も大切な宝だと思います。ユーバ作論で堂々とした勢いを見せる城本候補だな。さすがだ。ははは。陛下、もうすぐ試験の時間です。
白川家の令嬢はまだ戻ってきていません。無事ではなさそうです。ましてや、夕馬の答案はもう士分ありません。城本が誰になるかは、言うまでもありません。陛下、私の妻、常はいつも落ち着いていて、自分の意見をしっかり持っています。今回、カバミドリミやヘショウカに向かったが、そう簡単に何か起こるはずがありません。どんなに最悪の事態を想定しても、今はまだ生死もわからないのだから、せめて結果を見届けるべきです。私には納得できません。諸大臣の皆さん、どうしてそんなに急いで決めたがるんですか？初音がずっと帰ってこないことを望んでいるんですか？まさか、彼女がユーバを倒して、今回の城本を取ったら、あなたたちの思い通りにならないから、自分たちの思い通りの結果が崩れるのがそんなに困るんですか？白川初音がしんがり市まで順調に進めたのは、きっと、直屋様糧を貸していたからじゃないですか。白川初音に本当に実力があるのか。私の見立てでは、そうとは限りませんね。私もどういたします。今の火は不正が蔓延し、すでに常態化しています。もしこれ以上放置したら、南壁朝廷は白川初音のような厄介者だらけになります。さっき諸大臣の提案は、朝廷の秩序のためです。しんがり市の公正さのためにも、陛下、どうかお早くご決断を。そうすれば、諸々の対応も円滑に進められます。初音、こんなに心配させるなんて。陛下、遅れて参りました。しんがり市の試験は、もう締め切られておりますでしょうか？試験はまだ締め切られていない。しかし白川は常よ。両手が空っぽのようだが、どういうことだ？西殿の危機に赴いて何も救い出せなかったのか。陛下白川は常羽西と能の火事で救助に当たりましたが、結局何の成果もありませんでした。これでしょう。はいはっきりしました。あとは陛下に城本をお決めいただくだけです。全くその通りです。遅れてきた白川は常のせいで、どれだけ大事なことが遅れたんだ。みっともないですよ。私としては、彼女にもう弁明させる必要はないと思います。むしろ、寧宝を軽んじて、宮中を乱した罪にすべきです。見せしめのために。今日は大臣たちが、やけに張り切ってるな。ぺちゃくちゃ、いい争ってばかりで。今日は面白いものを見せてもらったよ。いつもは、陳が政治のことや、民の苦しみについて聞くと、みんな黙り込んで、本当のことは一言も言わない。私は確かに課題を終えています。みんな入って。命がけで西殿の雑役や兵器、中に閉じ込められていた宮女たちを一人ずつ救い出しました。これがお前の答えか？その通り。これが私の答えです。陛下、もし申し上げるなら、人命は尊いものです。否定はしません。ですが、白川家が人を救ったことは、普通の人がすることです。しかし、ここはしんがりたまりです。私の考えでは、ユーバが先手の御筆を救ったことは、皆三壁文化を最高の価値に置いた行為です。城本を目指すなら、それには、普通の人以上の先見の明が必要です。誰だって知ってるでしょ？先手の御筆はずっと防火、防水のは庫に保管されてたんです。たとえ大火事で西殿が全部焼けても、先手の御筆はちゃんと無事なままですよ。拙者の意見ですが、初音さんの言葉は嘘ではありません。さらに、用があるなら言えよ。ギーゼンブルのはやめろ。朝倉家の名を汚すな。ましてやこの場の大臣たち、まさか誰一にユーバの懐にある事情が先手の直筆じゃないって気づかなかったのか。でたらめ言うな。命がけで西殿から持ち帰ったんだ。一秒も無駄にしてない。なんで偽物だなんて言うんだ。これが偽物なんてありえない。そんなことあるはずがない。誰がすり替えたんだ？俺の愛しい妻が、父の勢力を打ち破るために、命がけで、事情をすり替えてくれた父さん。俺はもう十分力をつけた。今更俺に挑んでも、もう勝ち目はないよ。本当に呆れてしまうよ。一体どうやって自分の担当を管理してるんだ？天皇陛下、本当に私は事情が本物かどうかわかりません。私は国を守るために尽くしてきました。どうか天皇陛下、お見極めください。三条ユーバ、家居の不正行為ですぐに牢に入れろ。
さっき、三条遊馬を擁護した臣下は、全員が異へつれ出して、杖で処刑しろ。陛下、お許しを。朝倉京、城本は誰のものになるのか、君はどう思う？今、どうやって決めるべきか。天皇陛下、私の意見ですが、白川初音が城本になるのはふさわしいと思います。陛下のおかげです。白川家おめでとうございます。新家城本おめでとうございます。陛下、ありがとうございます。朝倉殿、ありがとうございます。朝倉京、もう、城本を決める役目は終わったな。これで君の仕事も一区切りってことだ。さて、三条遊馬はすでに牢に入れられた。これからはしっかり協議して、見落としと隠蔽の罪をどう君に裁くべきか決めようか。天皇陛下、私が城本をかばった証拠もなく、朝廷を乱した証拠もないのに、それでも私を罪に問うつもりなら、軍機大臣や、兵部少将、旧門弟徳がどう出るか、ご覧になりますか。私の手元にあるのは、朝倉殿を裁くための証拠です。誰もが知ってる天皇陛下の妹、永安内親王は朝倉殿に嫁いで数年後、奇妙な病にかかって謎の死を遂げた当時、証言もあったが、実は永安内親王は朝倉殿に自ら手にかけられたとされた。だが証拠が足りず、朝倉殿が巧妙に隠したことで、この件は結局、うやむやにされてしまった。でも私の手元には、永安内親王が殺される直前に残した国は通常がある。まさか、外に待機させていた兵はどうなってるんだ？俺を聞きたかったんだろう。南壁軍、ここにあり、朝倉将軍のご命入れよう。南壁軍、ここにあり、朝倉将軍のご命入れよう。南壁軍、ここにあり、朝倉将軍のご命入れよう。朝倉海とは兵力を密かに蓄え、過去の不正を主導し、内親王を殺害した。いずれも謀反の題材である。その罪、誅すべきである。初音、ありがとう。あなたのおかげで、やっと母の無実を証明できた。西北は乾燥して寒いから、君のために化粧品屋に行って、ユキはナクリームを買ってきたよ。忘れずに、毎日ちゃんと塗ってね。それと、このオーネジャム、ずっと前に作っておいたよ。毎回食べ終わったら、ちゃんと蓋してね。そうしないとすぐ傷んじゃうから。はい。あと、この2着も、わざわざ仕立て屋に行って、君のために作ってもらったんだ。一つは淡いピンク、もう一つは淡いグリーン。どっちも似合うと思うよ。どっちが好き？じゃあ、両方持っていけばいいよ。これらは後で小松会に世話してもらうからね。じゃあ、こうしようか。進に一緒に行ってもらうよ。奥様、うちの御曹司見てくださいよ。なんか変な病気でもかかったんじゃないですか。奥様が護士に任命されてからずっとくっついてるんですよ。まあ、それは仕方ないとして、奥様が巡察に出ると聞いたら、南壁国中のものを全部、この2つの箱に詰め込もうとするんですよ。あなた、ずっとバタバタしてるね。お茶も飲む暇ないでしょ？ほら、熱いうちに飲んでね。見て見て、これ、本朝圧の女城元が使ったお茶碗だよ。ねえ、どう思う？スメナギシュートってずっと寂しかったんじゃない？俺たちがこんなに仲良くしてるのを見ると、ラブラブしてるのが気に入らないのかもね。君に護士なんて任せて、半年も巡察に行かせるなんて、俺、どうやって過ごせばいいの？ちゃんと家で待っててね。巡察から帰ったら、時間はたっぷりあるからね。あなたとラブラブできるよ。うん。待ってよ。まだこんなに荷物を準備したの？こんなにたくさんあるなんて、車には入りきらないよ。これは俺の荷物だよ。どういうこと？天皇陛下に辞職したよ。
これからは君が行くところならどこでもついていくよ。俺のごふみさん。